はい、ということで皆さんこんにちは、ときまるです。今日は私の最近の睡眠事情について、紹介していきたいと思います。で、先ほどご紹介したように私最近ですね、こういう風なマットレスを使っています。で、結構昔にこの部屋にホワイトボックスに来た時に、紹介動画上げてると思うんですけど、その時は、ミニマリスト御用達のですね、エアリーマットレス5センチ幅のものを使っていました。で、それからですね、最近この新しい、マットレスにアップデートしています。で、厚さが10センチです。10センチでマニフレックスというイタリアのですね、マットレスのメーカーになります。で、モデル名はサスティナブルウィングっていう、一番スタンダードなもののシングルサイズ、これを使っています。で、一応ね、同じようなメッシュウィングっていうものがあるんですけど、それが11センチで、それのちょっとエコ版っていう感じになっていて、で、このサスティナブルウィングっていうのはそのスタンダードなバージョンよりも1センチだけ厚みが薄いです。で、そして包装もですね、先ほどオープンしたように簡易包装って言って、結構一枚の結構紙みたいな素材で包まれているだけっていう。だから段ボールとか一切入っていません。で、一人でも簡単にオープンできます。で、私最初ちょっとナイフが必要かなって思って準備してたんですけど、全くいらず、一応ね、ちょっと時間はかかるんですけど、素手で全て開封することができます。で、方法としては、このね、10センチのマットレスの上に、シュラフ、寝袋ですね。山でも使っている。正式にはキルトなんですけど、はい。袋じゃなくてこういうふうに、セパされているね、掛け布団みたいな感じにパカッと後ろが開くようなタイプです。このキルトを私山でも使っていて、で、これを普通に掛け布団として使って寝ています。で、もう最近はもう暑くなってきているので、ちょっと綿のシーツをね、新たに仕入れようかなとは思ってるんですけど、ただもう、3シーズンというか冬含めてこれ一つでいけるような感じです。で、あったかいので、で、やっぱりこのキルトタイプのいいところは、後ろがこう開くっていうことで、で、普通のこう、寝袋っていうのはこう後ろ閉まってると思うんですけど、で、ここはですね、パカッと開くようになっていると。で、一応こう、止める、このゴムみたいなものもあって、で、ここで止めることによって、そのマミー型にもできるっていうことで、で、山ではそういう風にして使ったりもしますし、で、冬場とか、春先のちょっと寒い時なんかは後ろを閉じて、これを使うっていう感じにしています。なのでもうこの10センチのマットレスの上に、ただこのシュラフを置いて眠るっていう、そういうスタイルですね。で、私はそのエクストリームミニマリストスタイルをとっているんですけど、やっぱりその寝床にはこだわる必要があるなと、最近ますます思います。でね、本当にこう、一時期そのマットレス、エアパッドみたいなもので、つまりその山の上で使うようなパッドの上で寝ていたりとか、で、床でそのまま寝ることにトライしていた時期もあるんですけど、さすがに、アラフォーなんで私も。うん。で、20代とかね、割とその若くて体が全然丈夫であればいいんですけど、だんだんね、年を取ってくると、その辺がね、大事になってくるし、なかなかその床で寝るメリットっていうのがなくなってきます。はい。で、冬は底冷えするし、で、夏は冷たくていいんですけど、やっぱり、1日2日だったら大丈夫かもしれないですけど、長くね、床で寝るっていうことはかなり体にダメージがあると。で、骨の部分とかね、が当たるので結局。で、寝返りもしづらいし、で、サイドスリーパーの人は横向きで寝るとその肩が当たって、寝れないってことになるんで、どうしても仰向け限定みたいな感じになってしまったりすると。で、そういう意味で、やっぱりこのマットレスっていうのが一番いいかなと。で、ベッドにするとやっぱりこの私みたいな、こういう極小住宅においては、それでかなりスペースが取られて、他のことが全くできなくなる。もう身動きが取れなくなるので、やっぱりこの折りたためるマットレスっていうのが一番いいなと思っています。で、折りたたみのマットレスといえば、やっぱりミニマリズム、ミニマリストたちの御用達のアイテムだと思うんですよ。で、結構アイコニックなね、やっぱりエアリーマットレスっていうのは、佐々木文夫さんから始まり、もういろんな方がそこから使い始めたもので、私もそれで、これまではずっとベッド生活だったんですけど、この部屋に来てから、ちょっとマットレス試したいなと思って、で、マットレスでもいいかもなって思ったのと、もう物理的にこの部屋が、
ベッドは厳しいなって思ったので、ちょっとね、そのレジェンドたちの後を追う意味も込めて、これ一回は使っておいた方がいいだろうっていうことで、エアリーマットレスをね、もう使ってきたんですけど、ルール的にっていうかね、もう規範的にね、使ってきたんですけども、やっぱりね、5センチっていうのが若干ね、薄いと。で、結局、その5センチであっても、この10センチであっても、立てかけて収納できるっていうことになるので、立てかけると同じようなスペースになるんですよね。だからどうせ5センチのマットレスを使っているのであれば、もうそこを10センチにアップデートして、で、寝心地、で、睡眠のレベルを格段に上げた方がいいっていうことに気づいたっていうことです。で、これね、ものすごくね、寝心地いいんですよ。ものすごくいい。やっぱこの5センチ変わるだけで、こんなに睡眠の質変わるんだっていうくらい、変わりますね。全然違いますね。で、結構ね、マットレスの中では割と固めだと思うんですよ。だから、そのあまりにもこう柔らかすぎて、なんかその腰が悪くなるみたいなこともないですし、で、結構いい感じの硬さなので、本当にこう寝やすいというか、睡眠のレベルをですね、格上げしてくれるようなアイテムになっています。だから私はこれから、エクストリームミニマリストとして、このね、マットレスを推したいと思います。これまでは、ミニマリストといえば、アイリスオーヤマのエアリーマットレスだったのを、一つね、アップグレードさせて、本当のミニマリズム、エクストリームの人たちは睡眠を削らない。むしろ睡眠に投資することによって、他のことをもっとミニマルにしていくっていう風な、そういう風なアプローチが取れると思っていて。睡眠を大事にする。エクストリームな人たちはもう睡眠第一優先。それによってもう健康レベルとか毎日のストレスのレベルとか幸福度とかが圧倒的に変わってしまう。変わってきます。で、やっぱりこう寝てる時間っていうのが一番長いので、もう人生の中でさ、3分の1ぐらいはもう寝て過ごしてるわけでしょ。で、その時間を充実させること。で、その睡眠に投資をするっていうことが、もう QOL を格段に上げます。はい。これも間違いないです。だからもういい睡眠を取るために、そこに投資を惜しんではいけない。むしろそこにエクストリームであれば、いいものを投資して使っていくと。そうすることによって全体の生活が良くなると。だからもちろんベッドをね、置けるような部屋に住んでる人は、一つのベッドでシンプルに暮らすみたいな方法もいいと思うんですけど、これはですね、引っ越しの時も楽だし、で、自分一人で片手で、もう今こんな感じでね、片手で本当に持てる重さなんですよ。5キロとか、6キロとか、もうないくらいかな。だから引っ越しの時もこれで、楽だし、ベッドみたいに幅も取らないので、そのトラックのサイズが大きくならないので、料金も下げられると。で、もし不要になったとしても、自分でですね、粗大ゴミとして出すことができるっていうね、やっぱりこのマットレスの良さ、そしてマットレスでありながら、かつその寝心地は損なわないっていうね、寝心地は手放さないっていうか、そういうところの良い着地点だと思います。それが私が最近たどり着いた、サスティナブルウィング、マニフレックスのサスティナブルウィングという選択です。はい。なんか案件みたいにね、むちゃくちゃ紹介してますけど、全く案件ではありません。これはただ単純に私がね、いろんなマットレスを比較研究してたどり着いたところです。近いものとして、エアウィーブっていうね、高級マットレスがあるんですけど、そこもちょっとね、考えました。で、それはね、8万円ぐらいするんですよ。で、同じような厚みで、通気性が良くて、で、寝心地も抜群にいいっていう風なもので、エアウィーブって、結構有名なんですけど、それにしようか迷ったんですけど、それを探してる間に、このマニフレックスというね、メイドインイタリーです。で、イタリアのね、ちゃんとしっかりしたものづくりで作られていて、耐久性も良くて、で、7年間のワランティがついてます。保証がついてます。なので、7年以内に故障したりとか壊れたりした時は修理が無料になるというふうな保証もついてるので、そういう意味で長く使えると。そして、だいたい3万円台かな。3万円台で買えるので、コストパフォーマンス的にも良いと。で、私はこれまで使っていたベッドで一番長かったのが、やっぱり無印良品の足付きマットレスなんですよ。これをね、結構シングルから、セミダブルまでいろいろ使ってきたんですけど、これで寝ている期間が、一人暮らしするようになっては一番長くて、で、ものすごくね、あれバランスいいんですよね。価格とサイズと、そして、スプリング、硬さのバランスがすごい良くて気に入っていたんですけど、
結構ね、それに近いものがあります。その反発感っていうのか、このマニフレックスの反発感っていうのは結構その無印良品の足付きマットレスみたいな、ちょっとコイル、スプリングほどまではいかないけど、それぐらいの反発感がある感じ。で、寝心地は結構近くなってる。で、やっぱり10センチあるので、底付きがしないと。で、体のね、いろんな部分つけても床にそれが触れることはありません。だから割とそのどんな体型、体重の人でも対応できるようなマットになっているかなと思います。で、先ほどちらっと出てきましたけど、使い方としてはですね、普通に1枚引いて寝ることもできるし、使わないときはこのように折りたたんで、部屋の隅っこに寄せてですね、ソファー的に使うこともできると。で、ソファーの使い方としても、そのまま上に座るっていう方法もあったりとか、で、あとはこのようにちょっと背もたれ的にですね、一つを上げて、で、後ろにこう少し体重を寄りかかりながら何か作業したりとか、本を読んだりとか。で、もうこれはかなり、いいです。座り心地がものすごくいい、ローソファーみたいな感覚で使えます。で、私が前使っていたエアリーマットレスは、ここまでのね、クッション感ってやっぱりないんですよ。で、5センチ5センチってなると、積み重ねて15センチになりますよね。だから、その15センチだと結構ね、こんなもんかっていうぐらいの。で、しかも、あれは結構通気性が良くて柔らかいので、沈むんですよね。で、結構沈みすぎるところがあって、ただこのマニフレックスは、その沈みすぎないっていうところが、こういう風なソファー的な使い方をする上でも、結構ね、いい感じの硬さ、バランスになっています。で、もう一つそのマットレスの弱点として、やっぱりずっとその床に直接引いているっていうことで、カビが生えやすいとかっていうことがあります。で、これはね、下にその除湿シートを敷くとか、いろんな方法があるんですけども、私は除湿シートは使いません。それは単純に物が増えるっていうのが嫌だからです。でもその代わり、毎日ですね、基本的に床から上げてクリアな状態にして、こういうふうに立てかけてですね、乾燥させるっていうことをしています。なので、全くそれで、カビも生えないし、これはエアリーマットレスの時も同じなんですけど、同様にやってたんですけど、ただ、厚みがやっぱり10センチあるので、エアリーマットレスみたいに、ちょっと立てかけて、立てた状態で不安定になるっていうことがありません。結構しっかり立ってくれるので、なので割とね、もう気楽にポンポンと折って、さっと上げておけば、もうそれで全然ね、風とか吹いても多少の風では倒れないぐらいの感じになります。はい。ということで、そういう感じで私が最近使っているスリーピングシステム。家でのね、ちょっと大げさですけど、家でのスリーピングスタイルについて紹介してきました。いや、本当にね、おすすめです。もう今後は、もう新しい時代のね、エクストリームミニマリストたちは、このマニフレックスが標準になるんじゃないかっていうね。エアリーからマニフレックスへみたいな。私はちょっとそのようなアップデートをこの動画で、紹介したいなと思って、撮影してみました。マットレススタイルにしようかなって思っている人とか、最近なんかいいマットレスないかなって思っている人はぜひ試してみてください。で、それからよろしければ皆さんのスリーピング事情も最近のおすすめ教えてください。はい。ということで、物は手放したとしても、良い睡眠は確保していきましょう。今日も最後までご視聴いただきありがとうございます。ぜひグッドボタンとチャンネル登録お願いします。それでは、おやすみなさい。